こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はクローゼット整理のポイントについて実際のビフォーアフターの事例を交えてご紹介していきたいと思います。クローゼットはお洋服が好きな方にとっては物がどうしても増えやすくて悩みの種になりやすい場所ですよね。実際に私自身も整理収納アドバイザーとしてお客様のお悩みをお聞きするときによくご相談をいただく場所でもあります。私自身も以前はプチプラのお洋服だったり、ネットオークションだったりにハマってしまって、毎週のようにお洋服を買っていて、それがストレス発散になってしまっていたという時期もありました。今はクローゼットを整理したことでお買い物の仕方も見直すことができて、片付いた状態というのをキープできるようになりました。以前こちらの動画で物の整理、そしてこちらの動画で収納についてご説明をさせていただきました。この動画でお伝えしたことと同様にクローゼット整理の基本は1、洋服を整理分類する、2、収納の配置を決める、3、収納の方法を決めるというステップになります。そこで今回は実際に私が整理収納コンサルティングの現場でお伺いしたお客様宅のビフォーアフターの事例を交えてご紹介していきたいと思います。まず1件目は洋服が多すぎて片付かないというお宅の事例です。こちらのお宅はご夫婦とお子さん2人の3人家族でマンションにお住まいのお客様だったんですが、奥様が非常にお洋服が大好きで、かなりのお洋服があったので、それが片付かないということでお困りでいらっしゃいました。まずはお片付け前のビフォーの状態からご紹介していきます。今回のお宅は寝室に大容量のクローゼットをお持ちでしたが、まだお子さんが小さいということもありまして、ベッド横にベビーベッドを置かれていて、それが通路を塞いでしまっていたので、クローゼットの中に入るには一度ベッドに乗って入らないといけないという状態でした。そのクローゼット自体も洋服やバッグで溢れ返っていて、ほとんど中に入れません。せっかくたくさんの素敵なお洋服をお持ちなのに活かしきれていませんでした。そしてクローゼットが出しづらくなってしまった結果、寝室に置いた引き出しや洗濯物干しの周りに普段着る服が溢れてしまっていまして、引き出しもパンパンで閉まりきっていませんでした。さらに寝室の他にもご家族のお洋服を収納されている一生部屋がありまして、こちらの茶色いチェストも奥様のお洋服でいっぱい。ですが、こちらは前が物で塞がってしまっているということもありまして、ほぼ使われていない状態ということでした。そこで、とにかく、服の量が多くて全体量が把握できていなかったので、まずはお洋服を全部出しして整理することにしました。まず最初にクローゼットのハンガーにかかっているお洋服を全部出ししたんですけれども、ハンガー掛けのお洋服だけでもなんと総数約250枚ほどありました。さらに引き出しに入っていたお洋服も合わせますと、トータル500枚以上あるという状況が分かりました。そして出したお洋服をジャケット、パンツなどカテゴリーに分けて数を把握していきます。仕分けてみたところ、一番多かったのはワンピースで、なんとその枚数68枚。ご自身の物の持ち方を改めて認識されて、お客様自身も驚いていらっしゃいました。そしてカテゴリーに分けたお洋服は好きかどうか、着ているかどうかという軸で4象限に分類をしていきました。お洋服が大好きな奥様だけありまして、大半は好きで着ているか好きだけど着ていないに分類されていましたが、好きじゃないし着ていないというお洋服もかなりの数ありましたので、これはすぐに処分しますということで、お客様にも素早く判断していただくことができました。そして整理をしていった結果、なんと手放す服がこんなに出てきました。こちらは買い取りに出すもの、リサイクルに出したり処分するものということで分類してまとめていきました。そして残す服はクローゼットや引き出しに収納して作業が完了。では早速作業後の状態についてご紹介していきたいと思います。まずベビーベッドが立ちふさがって出入りができなかった通路をベビーベッドを反対側に移動させることでクローゼットへの出入りがしやすく改善しました。これだけでも相当毎朝の身支度のストレスがなくなりますとお客様も喜んでいらっしゃいました。そしてクローゼット内部はまだ物が多い状態ではありますが、普段着る洋服が選びやすい状態にだいぶ改善しました。ハンガー掛けのお洋服は手前側の側面に普段着るお洋服を集約、奥に使用頻度の低い服を入れることで毎朝のコーディネートがしやすくなりました。続いては寝室に置いてあったチェストの改善です。
チェストの周りに溢れていた服は全てちゃんと収納することができ、中身がパンパンで締まりきっていなかった引き出しも余裕を持って収納できるようになりました。ちなみにカテゴリーで分けたことで物の持ち方が把握しやすくなったという効果も。 T シャツをカラー別で分けたところ、なんと白 T シャツだけでこの量、こんなにあったんですねとお客様もびっくりされていました。そして服を大量に処分したことで衣装部屋にあったこちらのチェストはなんと全部空っぽにすることができました。今回の作業では衣装部屋のお子さんやご主人の服は整理する時間は取れませんでしたが、その後お客様ご自身でもかなり頑張っていただき、後日床が見えるようになりましたというご報告とともにビフォーアフターのお写真を送っていただきました。そもそもの洋服の量が多すぎる方の整理のコツは、自分が持っている服の量を客観的に把握すること、そしてその上で残す基準と上限を決めるということです。洋服などの趣味嗜好品は、好きな方にとってはどれだけあっても困らないと思ってしまうものですよね。ですからハンガーの本数で所有量を決めるとか、あとこのスペースに入るだけというような形で上限を決めていただいて、その中で楽しまれるというのがコツかなと思います。今回はお洋服の量が多かったので、使用頻度だけではなくて、好きかどうかという軸も入れさせていただきましたが、基本的には使用頻度で、例えば2年以内に着ているかどうかといったような形で機械的に決めてしまうのがおすすめです。洋服の量によってこの何年以内という基準はまちまちなんですけれども、2シーズン着なかった服というのは、その次のシーズンに着るっていうことは、あんまりないかなというふうに思うんですよね。特にお洋服というのは、流行があるものですので、また同じ形が、いつか流行るかもというふうに思っても、微妙に今のトレンドと違ってるなんていうこともあると思います。ですから、未来の不確定なことに縛られずに、今着たいかどうかという基準で絞っていただくというのがポイントじゃないかなと思います。2件目の事例は、洋服が点在していて動線がバラバラという方の事例です。こちらのお宅はご夫婦とお子さん1人の3人家族で、もうすぐ2人目のお子さんが生まれるというようなご状況でした。3LDK のマンション住まいで、それぞれの個室のところに作り付けのクローゼットがあったんですけれども、お話を伺うとかなりご家族のお洋服が点在してしまっているというような状態でした。こちらは玄関側にある洋室のクローゼットです。主にご主人のスーツやアウターを収納されていましたが、奥に突っ張り式のハンガーラックも設置されていて、その中には奥様やお子さんのアウター、洋服なども混在しているというような状態でした。こちらは同じ洋室に置かれていたハンガーラックです。ご夫婦の上着や洋服の一時掛けに折りたたみのラックをお使いだったんですが、かけすぎて倒れてきたりするのがストレスというふうにおっしゃっていました。こちらは寝室のクローゼットです。こちらにもご主人のワイシャツがあり、毎朝着替える時にはあちこち行き来しないといけないというような状況でした。さらにこちらのクローゼットの中にはお子さんのおむつやお尻拭きなどの日用品のストック類も混在していて、動線がかなりバラバラというような状態でした。さらにこちらはリビング横の洋室のクローゼットなんですが、こちらの横には、以前のお宅から持ち込まれたチェストが他に場所がなくて置かれている状態でしたが、こちらにもご主人のお洋服が入っています。クローゼットの中の縦長のチェストにも一部に奥様の使用頻度の低いインナー類が入っていたりと、こちらも配置がかなり混在しているというような状態になってしまっていました。さらにこちらは洗面所の引き出しになりますが、奥様のお出かけの時に使う靴下やハンカチはこちらに入っています。このように上げていくだけでも家中かなり動線がバラバラな状態になっていらっしゃいました。そこで今回はご夫婦ごとにゾーニングを決めて、そこに物を集約して動線をシンプルにするということを最優先に、お家の収納スペース内の洋服類の配置を全面的に見直すことにしました。今回は事前にご夫婦で話し合っていただいて、寝室のクローゼットは奥様、そしてその隣の洋室のクローゼットはご主人が使うということになりましたので、寝室のクローゼットに奥様のお洋服が集約できるように、まずは中身を空っぽにして分類していきました。ちょうど今回は奥様が出産間近という着る服が大きく変わるタイミングでしたので、出産までに着るマタニティ服、産後の夏服、産後の冬服、復職後に着る服、もう着ない服という細かい分類をしていただきました。出産までに着る服や 2,3 ヶ月後には出番が来る産後の夏服は出しやすい場所へ、
そしてしばらく出番が来ない産後の冬服や復職後に着る服はケースなどにまとめてクローゼットの高い場所に収納することにしました。また寝室のクローゼットを陣取っていった日用品類のストックも取り出しまして、寝室のクローゼットには奥様の洋服やバッグ類だけが収納できるように用途を見直しました。その他にも洗面所なども収納を入れ替えて大幅なクローゼットの配置変更が完了しました。では早速こちらのお宅のクローゼットのビフォーアフターをご紹介していきたいと思います。まずは寝室のクローゼットです。ご主人の洋服や日用品が混在していた状態から中身を見直し、奥様のお洋服やバッグなど雑貨類だけが集約されたクローゼットに改善しました。洗面所にあった靴下やハンカチ、さらに一番よく使っているというリュックも衣装ケースの上に配置しましたので、朝のお出かけの時の身支度はここで完結できるようになりました。続いてはそのお隣の洋室のクローゼットです。寝室のクローゼットにあったご主人のワイシャツなどもこちらのお部屋のクローゼットに集約。ご主人の朝の身支度もこの場所で完結できるようにゾーニングを整理しました。ご夫婦の洋服がパンパンにかかっていてよく倒れていたという折りたたみのハンガーラックやバッグが大量にかかっていたポールハンガーもご主人の洋服やバッグだけが残ってかなりゆとりのある状態になりました。いろいろなものが混在していたリビング横のクローゼット下段は日用品のストックや普段着ないお子さんの洋服などを収納するスペースとして役割を整理しました。ご主人の服が入っているチェストがクローゼットの横にありましたが、こちらも玄関側の洋室に移動してだいぶすっきりできました。そして靴下やハンカチが入っていた洗面所の引き出し部分には洗面所とトイレ用のタオルを収納。こちらも便利な配置に変更することができました。クローゼットはお引っ越しなどの際に、とりあえず空いているところに詰め込んだ結果、それがそのまま続いてしまっていって結果的に動線がバラバラというお宅も意外と多いのではないかなと思います。以前物の配置についてはこちらの動画でもご紹介させていただきましたが、ゾーニングという、どこは何のための空間かという意味付けが曖昧な状態になってしまいますと、動線が不便なだけではなくて持ち物の量も把握しづらい状態になってしまいます。もしかしたらうちもそうかもというふうに思い当たる節のある方はぜひ一度見直してみてはいかがでしょうか。そして3件目は収納方法が合わなくて散らかるという方の事例です。こちらのお宅はご夫婦とお子さんお二人の4人家族でしたが、お子さんのお洋服が散らかってしまうということにお悩みでした。こちらがその子供服収納ゾーンなんですが、お子さん2人のお洋服をオープンラックにハンガー掛けで収納されているものの、よくよく見てみるとハンガー掛けの下に山積みになったお洋服がありました。お話を伺うと、普段はハンガーでお洋服を干しているわけではなくて全て乾燥機を使っているのだそうです。それをわざわざハンガーに掛け替えて収納するという仕組みだったそうなんですが、結局掛けるのが面倒になってしまって山積み状態になっていたんだとか。確かにそれは面倒なはずですよね。また引き出しにもお子さんの下着やパジャマ、ハンカチ類などの小物を収納していらっしゃいましたが、こちらも引き出しのサイズに対して中身の量が合っていないということもあり、引き出しが締め切れなかったり中身がはみ出しているという状態でした。また細かい引き出しはどう使っていいか分からず、実は中身が空っぽという場所もありました。お客様ご本人も、自分はかなり大雑把なタイプだというふうにおっしゃっていたにもかかわらず、収納の仕組みはかなり細かくしてしまっていたということもありまして、使いづらい状態になってしまっていました。そこで収納方法をライフスタイルやご自身の性格に合った方法に変更することにしました。こちらが変更後の子ども服収納です。お手持ちの収納用品を生かしつつ、配置や収納用品の使い方を変えて、できるだけざっくり収納でも使いやすい収納を意識して改善しました。では細かい変更ポイントについても見ていきたいと思います。普段よく着るお洋服はハンガー収納ではなく、お手持ちのボックスに入れ替えてトップス、ボトムスなどの種類でざっくり分けて投げ込むだけの簡単収納にしました。こちらのお写真では、一応ちゃんと畳んで収納してるんですけれども、普段の家事では畳む手間も大変だと思いますので、ポイポイ投げ込みでも OK ですよということをお伝えしました。ちなみに
一番下の段には日常で着るお洋服の収納で使っているものと同じバスケットに季節外のお洋服を収納しています。同じバスケットを使うことで衣替えもバスケットごと移動すれば OK というような形で簡単に完了します。これは我が家の子供服収納でも同じような形を採用していますので、とっても楽なのでおすすめです。そして引き出しも洋服用はできるだけ細かく分かれていないものを中心に使い回しました。靴下も大きい引き出しに投げ込むだけの簡単収納にしています。ハンガー部分にはアウターやワンピースなどを収納しています。こういったかさばる衣類はボックス収納にすると場所を取ってしまいますので、洋服の特性に合わせて使い分けるというのもポイントです。SNS などで見かけるおしゃれなお宅の収納を真似したいという方は多いと思いますが、その収納方法がご自身のライフスタイルや性格に合わなくて、結局使いこなせずに散らかりの原因になってしまっていたは本末転倒ですよね。他のお宅の収納を真似してみてもなんとなくしっくりこないという方は、その収納方法が自分に合っているかということをぜひ見直してみてはいかがでしょうか。いかがでしたか？私自身冒頭にもお話ししたように、もともとはクローゼットが片付かなくて困っていたんですけれども、クローゼットの整理ができたことで、洋服選びにも迷わなくなりましたし、あとは枚数が減ったことで一枚一枚を大切にできるようになりました。クローゼットが整うと毎日の身支度も楽しくなりますし、時短にもなるのでおすすめです。ぜひクローゼットが散らかっていて身支度が時間がかかってしまうという方は一度見直してみてはいかがでしょうか。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。